到着。網が破れたんでちょっと直してから1番目つけましょう。どこやったかな。ちょっとですね早く来すぎてるんで1番目2番目はカットになる確率が高いです。おそらくチヌぐらいでしょう。いても案の定チヌのみ言わなかったですね。こうしてだんだん前回大きくなってますね。まだまだ全然小さいですけどユタいるじゃないですか。ユタがいること自体これはちっちゃいな。もう学年変わりしちゃって2メがおることにも驚きですね。火が高い時でも入るんですねこれ。あと夕方なんで服が見えてますね。と思ったらトラフグやないか。すごい。10月になったらねこれがたくさん見える年もあるんですけど、10月にこれがたくさん見える年は2年後ぐらいが結構フグが豊漁ですね。軽っ。しかしほんとボールみたい。逃がしてあげましょう。黒エビ3つでした。シャコはおかず。黒エビもちょっとずつ大きくなってますね、1週間ごと。まだ日が暮れません。2番目おおマジか。これは驚き。一つは台湾でしたけど驚きの一つだけ硬い方だともう硬いですね。おお麺が硬い。嬉しい。おお嬉しい。なんと絵になる3つ。今年全然いないと思ってたもう金銭ガニ。今年いうか2年連続いないですよね。3年前うじゃうじゃいたんですけどね、もう全くいなくなりましたね。あといつも言ってますけどこのオレンジがいたんですけどオレンジも全く見なくなりました。どこいるんですかねオレンジ。金銭ガニって名前がちょっと縁起がいいですよね。おおさすがに両網は無理かと思いましたけどまあ無理でしたが台湾これはちょっと一応 U ターンしてみます。これはちょっと驚きの一応 U ターンしています。池田もいましたしハモはこれはもうアウトでしょうね。網を持ち上げるときに破ってしまいました。ガサ気づいとこれがあるんですよね。ちょっと嫌になりますね。よいしょ。バリバリや。やっぱりおます。チヌとハモと出た。ちょっと網を直して発見。もうバリバリ破れましたね。肌で直して他行きましょう。車へ
黒ゲタと赤ゲタがいる。じゃじゃーん、黒ゲタなんと久しぶりにこんな見ましたね。本当にちょっと数がまあ少ないですけど、これならでもなんか辛抱できますね。これ長宿超えてたらこんなんじゃダメですけども、ちょっと15分ぐらいで上げてるんですよ。これなら全然辛抱できますね。ちょっとこのままですね、もう東の端まで行っています。もう瀬戸大橋の手前まで行っています。王子諸島っていうのがあるんですけど、そこまで行けるんで、そこまで行ってみましょう。なんもないやん。ということでまたしても移動。あっちへ。ゲタ追ってちょうだい。あったカニ、嬉しい。もうカニが1番いればいい。そしてゲタ2つ。いやー助かりました。もうカチカチです。うわすごい元気。もう美味しいに違いありません。色も違いますしね。もうおかげでグッドでした。これもナイス。この間この辺に車エビがいたんで、今日はちょっと車エビ撮影できるかなと思っていたんですけど、車エビダメですね。1日だけですね。もう塩なんでしょうね、やっぱり。今日は車エビ全然まだ1匹です。いやーギリギリ上がりましたよ。シャリかな、シャリっぽいですね。ちょっとカンガラの方行っちゃったかな。上がるでしょうか。またしてもやってしまいました。でもなんか 2,3 分ほどで上がりそうな雰囲気になりましたね。船速も結構いってるんで上がりそうですね、これは。もう一遍シャクって押してますね。何遍かシャクってちょっとでも砂を抜いて上げてみます。でも多分これはおそらく上がりますね。上がりました。でももう二度とあそこを通さないように気をつけましょう。まあありませんね。できるだけ早く逃がしたいよね。これダメ。これはまたしても移動ですね。どっかいいとこないかな。我慢できそうなところを探すしかないですね。ここへ行ってもダメでしょ、これどう見ても。今度は瀬に行って船止まってしまいました。バックで巻いてます。途中から踏んだり蹴ったり状態です。網は破るし、竿は曲げるし、なんとか外れました。まあ無事でよかったですわ。もう背についてたのか、渡りガニの子供が結構見えてますね。驚きなぐらい。
子供まで残していいのかどうなのか微妙ですけど。で半分過ぎました。また船止まりかけたんでバラス地帯へ行ったかもしれません。もうバラス行ったら本当道があるんですけど、それ行くと本当開かなくなるんですよね。おおガリガリ、おおなぜ急に。今ちょっと上り返しなんですけど、なんと上りの方がいいかな。それともこの返しだけいいんでしょうか。この見事なまでのオンガネとメンガネ、そして車エビ3本動けた。いやー久しぶりに来ましたね。もう地獄の時間帯が続いてましたけど、でここ逃がしましょう。おおゲタ入ってるし。なんとこっちまで。今ちょうど上り返しなんですけども、上り返し最近上り返しとにかくあんまり良くないんで全然期待しなかった。急に上りがいいんでしょ。まあただおそらく上り返しだけいいだけでしょうね。これゲタも全然入り違うし、車エビも4本いましたよ。見てほしいけど続かんでしょうね。多分大体想像つきます。ダメか、一番だけかやっぱり。車エビ1本、石が2つ、ゲタはなんか振り下がってるな。一番だけだったよね。うわ、車エビはゲタが開いてくるだけでも感謝します。円形も出てきました。元気現品。しかも黒ゲタ。自分らはシャリゲタって言ってますけど、こういうのが3枚とか来たら超いいですけどね。もうこんなん刺身でしょうね。なんかいいもんがハリイカに大まて。おお赤ゲタ。おおまたもや赤ゲタハリイカ。なんで急に。そして車エビ。ハリイカはなんで急に。車エビ2本のおかげでめちゃくちゃいいですね。メタもおるしイカもおるし、いいもんばっかりなんでしたね。期待できるのかなこれは。これもいない時期なんですけど、今どうなんですかね。あんまりこの時期食べたことないですけど、あんまり太ってないですよね。おお危ない。感じがずっと続いてくれてたらいいんですけどね。あと残りの時間これが続いてくれればいいですけどね。お車エビまたもや嬉しい。3匹。
って拾わなかったんですけど、10匹ぐらいいたのでは。捨てるだけでも大変。これはでもやわらっすね、どう見ても。あ、でも大間で2つ嬉しい。そして車エビ、今んとこ3つ取ってますが、これで5つ。大間はマジで嬉しいですね。お、嬉しい。もっと嬉しい。よかった。大間よりもっともっと嬉しいです。ハモがよう生きるようになりまして、よかった。船止まること5回、はい。網破ること3回、天秤座を曲げること1回、まだ。孤軍奮闘しました。赤手空拳。ただカニのおかげでなんとか。おお、お高い。もう下りがもう地獄ですな。やっぱり秋はこう朝と晩の週が反対になるけん、こういうことがあるんだろうな。今までずっと下りが良かったのに、上りにカニが当たってくれたおかげでなんとかなったけど、やばい。カニなかったらやばい。おお、おったらすごいがよかったな。でも石金とも石金遠いよ。石金とか大したおらんけん。あと最後に、はい。元気がないな。で今動きよったのに。最後の網洗い寄ったら落ちてきたんや。ポテト。今度はちゃんと拾いました。頑張れ。ちょっと生き返ってもらうために学校に行ってもらいましょう。お疲れ様です。どんなビールが美味しいんでしょうか。こんなんいただきました。白州原酒ダル熟成マスタードドリーム。そしてドイツの方からこんなんいただきました。もうドイツ語なんで飲めません。これはまたね、ちょっとみんなで飲みたいと思います。直売所からサヨリを買ってまいりました。刺身でもメインはこちらです。今日取った車エビ、天丼にしたいと思います。超手抜き料理。よいしょ。頭取れちゃいましたができましたが、800円でのご提供はちょっと難しいんじゃないかと思います。これはまずはフランスノアムーティーの塩でいただいてみます。ノアムーティーの塩はなんかフランスの三つ星シェフさんが使ってるらしいです。パリ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 、食いにくい。でかすぎて食いにくいですねこれ。いただきます。塩うま。そしてもちろんエビうま。実はここが一番うまいんでしょうね。味噌うま。というかこの足うま。この身の部分よりもこっちの方がやっぱ塩は合いますね。特製だれ、甘辛だれでいってみたいと思います。チュル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 で、甘辛だれで、こっちの方が天丼。塩でも美味しいですけど素材がいいので、やっぱり天丼は甘辛だれがうまいですね。これはちょっと目玉が飛び出るぐらいうまい。こちらさらに甘辛だれ浸しまして、やばいやばいっす。これは超えてきますね。なかなかね市場には出回ってないでしょうけど、見たらぜひ買って食べてみてください。皆さん、車エビ今回もご視聴ありがとうございました。うまー。死んどるやん。